こんにちは、白川隆二です。昴生です。松浦意識です。で今回は格闘技ゲームチャンネルリーサルプランさんとのコラボとなります。で先ほどね、リーサルプランさんとコラボ撮影しましたが、どうでしたか？いや、すっごいもう鉄拳にまず合気道っていうのが使われてて、それは知ってたんですけど、結構見てみるともう合気道の技術とかだったりそういうのがあってすごい驚きました。鉄拳8の合気道使いの技をリーサルプランさんのチャンネルではね再現しました。ただね、鉄拳があまりにも合気道の技たくさんあるので、ちょっと補足的にね、ちょっとリーサルプランさんではできなかった技をこちらのチャンネルではもっとマニアックな技を再現したいと思っております。格闘ゲームなんですけど、昴生君とかよしき君格闘ゲームしてる？はい、もちろんです。もちろん。さすが。鉄拳って超有名だよね。はい、鉄拳も知らない人いないんじゃないですか。海外でもね人気あるもんね。そうですね。鉄拳は他でもカポエイラとか、あとタイドーで技出てるの知ってる？でそのタイドーがもう中野先生がモーションキャプチャーで動いたりする。だから本物の人が動いてるからリアルな動きが出たりする。でカポエイラは笹森先生ってもうバンダイナムコに勤めていてゲームクリエイターなんだけどモーションキャプチャー本格的なカポエイラなわけ。すごいです。風間飛鳥さんの動きね再現しましたけど、風間流合気柔術なんか調べたんだけど、鉄拳2では風間流合気柔術出てきて、今鉄拳8では風間流古武術になってるから。でもその風間流古武術なんだけど明らかに合気道の動きが入ってる。ということで今回はよりマニアックな鉄拳8の合気道の技を、ね、再現したいと思います。美しい合気道ではちょっと技を実際ゲームの技見てみましょう。一緒にね。今えぐいでしょ。えぐいですね。首に入る普段やらないですよ。肩おこれはでもこれ難しいけどヨシキだったら受け入れ取れるでしょ。いやできる。普通の人は取れないけどヨシキ体柔らかくてこれはできますよ。ちょっとこれ挑戦してみましょう。はい。ほら入り身から側面入り身から入ってるでしょ。はい。ちょっといろんな技がねありますね。すごいですね。結構リアルね。はい。はい、ということでちょっと見終わりましたが、大丈夫？大丈夫です。頑張ります。これちょっとね、受け身の技術ないとはいしますからね。はい、でもね、受け身自信はい、あります。ありますね。あります。ということで、じゃあちょっと難しい技を再現したいと思います。はい、では最初の技、十字背落としを再現したいと思います。まずは十字背落としの動画をご覧ください。はい、ということで十字背落としちょっとえぐすぎますよね。はい、そうですね。だいぶ緊張して。これはもうヨシキ君受け身上手だから、はい、ヨシキに任せます。頑張ります。これでもね、合気道の技とも言えるよね。こう腰投げっていうのがありまして、普通はこう腹のところに両手でこういう投げなんですよ。腰投げ。この腰投げですよね。ここから両手で上と下の崩し、それから腹のところにおへそのところに腰を押します。それからこれは腰投げっていうんですが、ちょっと十字背落としは、ね、動画見ていたら分かると思うんですけど、ゲームの動画見ていたら分かると思うんですけど、逆側からさっきの位置作るんですよ。ちょっとこれもうこの時点で体硬い人見てください。こんな状態作れます？普通は肩決まってます。これだけで危険なんですが、ヨシキ君は肩ね、はい、すごい柔らかいんですよ。ヨシキ君ぐらい体柔らかくないともうこの状態でもう肩壊れてます。ですので後ろに見て、ここからなんとさっきの腰投げの位置作ります。こうです。背中、そしていきますよ。ヨシキ君ゆっくりいきますよ。これが十字背落としです。じゃあもう一回いきます。最後、バックを取ってバットル、ここからはい、では次の技は桜花です。ご覧ください。
はい。で大川説明します。これまさに小手返しのこの崩し、こうやって動いてある側面にこの円の動き、これで崩してます。で崩れて相手が回ったところに見えますか、手引っ掛けてこう一挙とか押さえ技のこのまた回転の動き、これでまさにこれ合気の動きですよね。丸い手の動き、ここから側面を取り転換をしながら丸い動きで相手を導く。相手が動いたところに下から引っ掛けて、またここでもこの手の回転、この腕の円の動き、ここでこの流れでやりたいと思います。よいしょ。美しい合気道。はい、では次は白山を再現します。はい、ということで白山いきます。白山はこう相半身の状態ね、正面の状態から引きつけ、この一挙を肘だったんだよね。ですからここから引きつけるこの一挙に普通は肘ですよね。それをこういくからガーンとエルボー危険だから、こううつ伏せにしっかりね、ここからこれ白山です。ここからこの引きつけで肘を普通はこう押さえるのが合気道なんですが、ここになんと肘が入ってる超危険技で、さらにこっち離したもんね、こういう出すの。はい、では次に再現するのは水鏡という技です。でこれは飛鳥さんのおばさんの風間淳さんがやる技なんです、ちょっと淳さんはね、リーサルチャンネルでも話したけどえぐいからね、淳さんの技えぐいでしょ、淳さんの技は飛鳥さんよりえぐいから頑張って、怪我させて、で水鏡では再現したいと思います。ちょっと説明します。水鏡ゆっくり突きであるね、顔面突きたまま側面入りですよ。側面入りになるこういうのありますよね。反対側ついてきてこう側面入り、側面の入りになるこの肘打ちが入ってます。これですね。それをこちらにここにあるですね。側面入りで肘パーンで受けて受ける。ここでまず肘も破壊されてます。伸ばされてるのでこうなってます。で顎顔当たってます。それが一発目。さらに2発目は下でこの肘の曲がるところです。ここで落とします。ここでも壊れてます。でさらに相手がしゃがんで顔面来たところをちゃんと受けてね、手ね肘パーン。いいでしょう。いいですね。これやりすぎこれはいいですね。ちょっと潤さんやりすぎで、いやちょっとやりすぎですねこれは。こっち側ね、この突きを受けます。ここでもう避けると同時に側面で入り身、ね、横に入ると同時に体のひっくり返しと同じ方向で肘打ち入れてます。さらにここで顔面肘下げる、下がってきたところまだ肘、これが水鏡です。では一連でやりたいと思います。美しい合気道。はい、では続いての再現は風間淳さんの超危険な技、型抜きです。
でこの型抜きは飛鳥さんの型抜きとは違うね。飛鳥さんの型抜きはもうね3挙でした。ちょっとえぐいですよね。じゅんさんちょっと危険ですよ。じゅんさんちょっと危険なのでちょっとゆっくりね再現したいと思います。状態がここからもう一挙の変形のような感じですよね。こう開くような一挙、これだけでも本当は生地決まってますからね。さらに捨て身が入ります。自分でこう外側にこう入って最後肘パーンと伸ばして、自分の回転捨て身が入るのでかなり吉木君に負担がかかります。危ないし吉木ね。そうですね、ちょっと持ってかれちゃう、ね、持ってかれるよねちょっともう一回ゆっくりね、ゆっくり解説します。まずこれがもう普通の一挙じゃないからこう開くような引き付けでこれだけでかなり効いてます。これなのに自分でこう背中をゆっくりこう回るとこう回ってます。でここでほら決まりながら回ってて、さらに最後足を立ててビーンと伸ばします。かなり吉木君危険ですよね。これかなり危険ですね。でもこれは技術を持って危険じゃなくね、ちょっと美しい再現をしたいと思います。はい、では風間仁さんの移り腰ご覧ください。はい、ということで移り腰、ちょっと力技ですけどね。そうですね。でもちょっと合気道の腰投げも入ってるからね、説明したいと思います。まずこの吉木君よくバックから取られるバックから技が出る危険技バックでね、これ本当にこのいわゆるこのバックドロップとかジャーマンとかフッてこの引き上げ、この腰の使い方なんですけど、こうゆっくりグイーンじゃなくてこうフッて引き上げるっていう動作、こういう感じでこういう動きが必要なんですよ。でここで相手をバッと跳ね上げて浮いてる間に今度普通の腰投げの位置、この腰を乗せて入っていく。通常普通の腰投げっていうのはこれですよね。こっち側で抱え込んで、これは横から背後から行くので、背後から跳ね上げての向きを変えて腰上げるっていう、それが移り腰です。やってみたいと思います。では最後の再現の技です。風間仁さんです。風間流保留武術の、使い手ですもんね。風間仁さんの矢倉崩しご覧ください。というすごいえぐいでしょ。やばすぎます。これは風間仁さんだもんね。もう風間流保留柔術を使い手ですから危険です。ちょっと説明していきます。これは変形技ですよね。これまず普通の四方投げで肩決まってるんですけど、それだけじゃないですよね。ここで入れてるので手首と肩両方こう決まった状態ですね。肘引っ掛けてるので肘肩両方決まった状態です。これかなり危険ですよね。でここからこうやってるんです。この高速でかなり危険。こう引っかかってるので、このロック見てください。これ本当に危険なんですよ。ここからこういうふうに引っ掛けてます。風間さん危ないです。ここのこう手首肘引っ掛けてます。これだけでもちょっとね合気道的だったらこれ飛びないと肩外れちゃうんですけど、
この決めた状態からちょっとやっちゃダメですよ。これは本当危ないですけど、足払い入ってるんですよね。もう柔道でいうね、小外刈りみたいな小外刈り入ってるので、ここから気をつけてください。いくよ。入ってるんです。うまく回転しないと下に落ちてしまうと肘決まってしまうんですよ。危ないですよ。でも本当これ受け身の技術がないと大怪我してしまうので絶対真似をしないでください。もう一度ゆっくり。この肘肩決まった状態から普通この足払いがこんなこういうふうに光るでしょ、この足払いが入ってるので超危険技なんですよ。だから本当にここに合わせて体重やらないと足が遅れてしまったり回転くるっとしないと肘思いっきりガッとなっちゃうので、本当に気をつけて、本当に危険な技です。ちょっとねやりたいと思います。ここから一瞬目、それから矢倉崩しです。美しい合気道。はい、ということで今回は鉄拳8の風間流古武術の飛鳥さん、潤さん、仁さんの合気道技を再現してみました。どうでしたか？いやもうすごい危険なものもあって緊張はしたんですけど、いやでもすごいいい経験になりました。いや本当これ危なかったね。そうですね。まさにこれ合気道の調和ね、受け身の技術と投げの技術ないと大怪我してしまうようなね技でしたが、でもなんとかやっぱ2人の受け身の技術のおかげで再現できました。ありがとうございます。で今回のコラボ動画は格闘技チャンネルリーサルプランさんとのコラボとなってますね。リーサルプランさんの動画もぜひご覧ください。詳細にね合気道また解説しますもんね。でもね興味出てきたでしょ、はい、さらにねこうやって再現してみると、はい、飛鳥さんとか使いたくなったでしょ、はい、もう今から家帰ったらやろうかな、お買っちゃおうかなと思いました。そしたらじゃあもう潤さんと対抗すればもう一緒にで潤さん VS 飛鳥さんだったら合気対決になるからね。すごいね。ということで皆さんぜひ鉄拳8もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。